皆さんこんにちは、松井ゆかです。今回の動画はビーガンな韓国の旅になります。ビーガンスタイルでいただけるおすすめの韓国料理のお店もご紹介していますので、最後までご覧ください。今回はビーガンになって初めての韓国ということで、ビーガンの視点から見た韓国を楽しむことができました。また、韓国コスメの裏側も知ることができて、とても有意義な旅となりました。羽田空港から行きは2時間ちょっとでソウルに到着するので、韓国は私たちにとってとても身近な国ですよね。ベジタリアンになる前は焼肉を食べによく韓国に行っていたので、今回はとても久しぶりの韓国の旅となりました。空港に到着してからは、まずはミョンドンのホテルまで地下鉄で向かいました。コンビニエンスストアで日本のスイカのようなカードを購入して、そちらにまずはお金をチャージしました。操作方法も日本語表記があったので、とても分かりやすかったです。韓国ではエスカレーターは日本とは逆の右側に乗るルールになっています。ミョンドンに到着いたしました。今回宿泊したのはこちらのホテルです。今回もとてもお得な価格でこちらのホテルに宿泊できたのですが、詳しくは概要欄の URL をご覧ください。ミョンドンの駅のすぐ近くにあるこちらのホテルは、どこに行くにもアクセスも良く、とても快適に過ごすことができました。さらにこちらのホテルは20階に露天風呂とサウナがあり、宿泊客は無料で利用することができます。こちらのお写真はホームページから抜粋させていただきました。ホテルの最上階には韓国の夜景を一望できるとてもおしゃれなバーもあります。韓国料理といえば有名なのは焼肉ですが、韓国料理をビーガンスタイルでいただけるお店にも行ってきました。こちらのお店はインサドンという場所にあるんですが、ミョンドンからも歩いて行くことができます。だいたい徒歩で20分ぐらいの場所にあります。インサドンに到着しました。インサドンは王朝時代に貴族や偉い方が住んでいた町で、歴史的建造物も残されており、独特な雰囲気が楽しめるとても人気の観光スポットです。今回私たちが向かった先は、韓国料理をビーガンスタイルでいただけるこちらのお店です。とても風情のある路地の突き当たりにお店の入り口があります。こちらのお店は菜食食材のベジフードさんが運営するお店で、インサドンで10年以上にわたってビーガンスタイルの韓国料理を提供しています。11時半のオープンとともに行ったのですが、お昼を過ぎると満席になっていました。とても人気のお店のようです。メニューもとても豊富で、ほぼ一般的な韓国料理屋さんにあるメニューがビーガン対応でいただくことができます。ご訓肉にも対応しているものもあるので、とてもありがたいお店ですね。魅力的なメニューがとてもたくさんあって、メニューを決めるまでにとても時間がかかってしまったのですが、私はビーガンのチゲ、娘はビーガンのプルコギをいただきました。ビーガンミートもとても柔らかくて美味しかったです。オールビーガン対応でこのような現地の韓国料理がいただけるのはとてもありがたいですね。ぜひ行ってみてくださいね。そしてインサドンではこちらのカフェにも入りました。とても雰囲気のあるカフェが多いので、インサドンに行かれる際はぜひ素敵なカフェを探して行ってみてくださいね。
ミョンドンの町では通常の焼肉屋さんにも入ったのですが、事前にビーガンであることを伝えたところ、お野菜だけでキンパを作っていただいたり、ビビンバを作っていただいたりしたので、食事面でも2泊3日を問題なく過ごすことができました。マッコリも美味しくいただきました。続いては韓国コスメについてです。今回韓国の旅では娘が高校生ということもあり、韓国コスメにとても興味を持っていたんですね。もちろん韓国では全ての商品がビーガン化粧品ということではないんですけれども、動物実験ということに関しては日本よりもかなり進んでいると思いました。娘が注目していたこちらのお店もお店の方に確認したところ、こちらのメーカーも動物実験はしていないメーカーのようです。日本語の喋れるスタッフの方がいたので、いろいろとお話をしていたんですけれども、韓国では動物実験に対してはとても意識が高いとおっしゃっていました。韓国では動物実験をして作られた化粧品に関しては一定の罰金を払わなければいけないという法律もあるそうなんですね。クルエルティフリーという概念がとても浸透していると感じました。韓国コスメをインターネットで検索してみてもこのような表示もあり、かなり意識の高さを感じます。こちらは皆さんもご存知のボディショップですが、ホームページを検索するとかなり動物実験についての情報が掲載されているので、ぜひチェックしてみてくださいね。そして今回もう一つ感じたことは、韓国はプラスチックゴミ問題に対してとても意識が高いなというふうに感じました。調べてみたところ、2019年の1月1日より大型スーパーマーケットでのレジ袋の配布を政府が禁止したということで、約2000店舗がその対象になっているということです。コンビニエンスストアなどに行ってもレジ袋の配布は一切ありませんでしたので、徹底した取り組みがされているなというふうに感じました。今回私が久しぶりに韓国を訪れて感じたことは、環境問題や動物愛護に関してはとても意識が高いなというふうに感じました。ビーガンの観点から見たら肉食をやめればいいのにというご意見もあるかとは思いますが、問題に真剣に取り組み実行する行動力はとても素晴らしいなと感じました。テレビから流れるニュースや自分の持っているイメージだけで物事を判断するのはとても偏った判断になってしまうと思うんですね。やはり現地に行って肌で感じるということはとても大切なことだと思います。久しぶりの韓国訪問はまた違った一面の韓国を知ることができ、とても楽しい旅となりました。親切にしてくださった韓国の皆さん、ありがとうございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。お問い合わせやご質問がありましたら LINE よりよろしくお願いいたします。コメントもお待ちしております。Just make it right and keep me warm. Will you love me tomorrow? And don't say goodbye, don't leave me alone.